皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい、このポッドキャストは日本語学習者、中級者、上級者向けのポッドキャストです。自然な話し方、自然なスピードで話していきます。難しいと感じた方はぜひ私のウェブサイトで無料でトランスクリプトを公開しておりますので、こちらを学習に役立ててください。そして私のペイトリオンサイトでは、今日のエピソードで出てきた難しい言葉とかを勉強できますので、ぜひこちら参加してみてください。よろしくお願いします。はい、ということで、今年最後のポッドキャストです。年末といえばどんな話？そうですね、1年の振り返りですね。はい、毎年恒例になりました年末の振り返りです。もう去年はなんかフランスだって撮影した記憶がある。でなんかいろいろ大変だったけど明るい人生になりましたみたいな話をした気がしないでもないね。もしよかったら去年私が何言ってたかちょっと見返してもらっていい？みんな各自で私は覚えてないから各自で。はい、多分そんな話をした。で今年もね、振り返りをしたいと思うんですけども、それは後半で、前半はねクリスマスとか何をしましたかみたいな話があるので、最近のお話とかいろいろしていきたいと思います。で、後半にその年末の振り返りでどんな話するかというと、今年やってよかったこととか買ってよかったものとか、逆になんか心残りとかね、いろんなことについて振り返っていこうかなと思っております。皆さんも一緒に考えて、やっぱ1年を振り返るってとても大切なことだと思うので、みんな一緒に振り返っていきましょう。はい、ということで、まず最近何したんかっていう話なんですけど、直近だとやっぱクリスマスですよね。クリスマス。はい、皆さんどうでした今年のクリスマス。24、25は、水曜日、木曜日。日本ではね、平日で、日本は祝日じゃないんですよ。普通にみんな仕事。マジで。普通に平日仕事なんですけれどもね。多くの国の方は、おそらくお休みだったと思うんですけど、皆さんどうでしたか？日本はね、結構寒くなりまして、はい。なんか天気が悪いクリスマスだったんですよね、今年。そう。だから日本の場合でもね、24、25が平日なんで、結構20、21の週末、その前の週末に、お出かけしたりとか、デートしたりとか、クリスマスディナー。日本ではね、皆さんご存知かもしれないんですけど、恋人たちのクリスマスですね。家族で過ごすっていうよりは恋人と一緒にいることが主な、イベントです。はい。なので、クリスマスに一人ぼっちの人のことはすごく、肩身が狭いですね。クリスマス一人ぼっちは本当に、一人で過ごしたくないって言って、当日に誰かとデートに行くみたいなことを考えたりとか、結構来年の目標はクリスマスまでに彼氏彼女を作るっていう人も結構多いです。やっぱクリスマスがこの一人になりたくないから、クリスマスに絶対に彼氏彼女を作りたいって目標を立てる人とか結構多いんですよ。それぐらいやっぱ恋人同士の日としてはすごく重要で、絶対に一人で過ごしたくないっていうのがクリスマスの日本の文化みたいなもんですね。はい、私はですね、彼氏今フランスなんで一人ぼっちでした。はい、一人ぼっちのクリスマスのことをクリぼっちって言うんです。クリスマス一人ぼっち、クリスマスぼっち、クリぼっち。はい、クリぼっちです。っていうか今日クリスマスですそうだ、この撮影してる今日12月25日です。マジでメリークリスマス。私。はい。何にもしないです。マジで、今日ね、レッスンあって普通に。仕事して、YouTube 撮影して、動画編集してみたいな感じで過ごしてますね。本当に忘れてた。はい。寂しいかって言われると寂しくはないですね。理由は、あんまり私はあんまりクリスマスあんまり意識しないからっていうのもありますけど、でもね、
でもやっぱりなんかしたいみたいなことを思って、なんかクリスマスだから、日本だとね、クリスマスだとケーキ食べるんですよ。クリスマスケーキ。ケンタッキーフライドチキンも食べますけど、やばい、ぶっちゃけケンタッキーフライドチキンですよね、日本はって皆さんね、よく言われるんですけど、あれマジで人による。うん。ケンタッキーフライド事件ケンタッキーフライド事件どんな事件？ケンタッキーフライドが殺害されたみたいな。ケンタッキーフライド事件。違う。ケンタッキーフライドチキンって言いたかった。ね。ケンタッキーフライドチキンは、すごいコマーシャルがね、すごい美味しそうにあるんですよ。竹内まりやの、素敵なホリデーっていう音楽で、クリスマスが今年もやってくるつって、あれの影響でみんなクリスマスに、フライドチキンを食べたいみたいな、KFC のね、食べたいってなって、みんな食べるんですけど、マジこれは人それぞれです。私は一回も食べたことないですよ、マジで。はい。当たり前ではないです。あと文化じゃないです、別に。みんな広告に載せられてるだけ。マジで文化じゃないです。本当に。はい。でしょうか、今、ピーポー、外でね。クリスマスなのに、大丈夫？事故かな？クリスマスのフライド事件が起こってるかもしれないんですけど、はい。うちは食べないですよ、フライドチキンは。はい。うん、でもチキンは食べんのかな？ KFC に限らず、なんかチキン、なんか、ローストチキンとか食べたいねとかはあるかもね。うん。なんかちょっとヨーロッパ系の食べ物を食べるのが日本のクリスマスのなんか過ごし方な感じですね。うん。はい。そう。で、あとはこれはまあ文化というかもっと一般的なのがクリスマスケーキですね。日本ではクリスマスにケーキを食べます。はい。どんなケーキかって言われると、まあクリスマスっぽいのはやっぱチョコレートケーキ。それか真っ白のなんか雪みたいな感じのケーキですね。うん。はい。で、私はこのクリスマスケーキは食べたいんよ。フライドチキンとかなんかお肉とかは別に食べたくないんだけど、クリスマスケーキ食べたいなって思ったんだけど、もうクリスマスケーキは予約しないと買えないんですね。そう。で、なんか、みたいな。なんか考えても、って考えたらもうなんか甘いものを食べたいにたどり着いて、もケーキ食べたい。でもケーキ買えない。どうしよう。甘いもの食べたい。甘いものといえば、ドーナツってことで、ドーナツを買ってます。イサドーナツ。はい。これが私のクリスマスですね。はい。全然ケーキと全然違うじゃんって思った方いると思うんですけど、いいんです。自分が好きなもの食べられれば。はい。なので今年の私のクリスマスはミスタードーナツです。はい。注文したのはしかももう2個食べちゃった。3つ注文してもう2個食べちゃった。我慢できなくて。残り1個が今入ってますけれども、私はミスタードーナツだと、たまに食べるんですけど、必ずポンデリングとフレンチクルーラーっていう、まあ、うまいやつを食べます。ポンデリングはね、絶対2個ぐらいは注文する。これ今日3個なんだけど、今日3個は、1フレンチクルーラー、2ポンデリングですね。はい。ポンデリングマジでうまいからみんな食べてみて。マジで、なんか、リングなの。リングなのじゃないよね。もっと具体的に説明すると、まあ、リングなの。ダメだ。そう。まあ、ドーナツはリングだよな。ドーナツなんだけど、なんか一個一個がなんか、ボールがくっついて一つのリング、輪になってるみたいな形なのね。うん。そう。で、この丸がね、もちもちなのよ。もちもちふわふわ甘いみたいな。で、甘すぎないんだよね、ポンデリングって。だからすっごい美味しいです、マジで。要するにうまい。だから食べてってことですね。ポンデリング。私あんまり甘いもの食べないんですよ。なんかケーキ食べたいとか言いながら、マジで甘いものあんまり食べないんですけど、ポンデリングはやっぱ無性に食べたくなりますね。うん、みんなどんなドーナツ好き？はい。ってな感じで、まあそう、今日クリスマスなんだよね。うん。特になんもないっすね。はい。あ、でもですね、クリスマスっぽいことだと、おととい、12月の23日ですね、火曜日、お友達とですね、クリスマスディズニーに行きまして、ディズニーシーに行ってきました。シーはね、1年ぶりぐらいかな、多分。よく行くんですよ。私、ディズニー大好きで。なんかディズニー映画とかが好きとかよりは、ディズニーランドシーが大好きっていう
感じですね。やっぱ子供の時から行ってたんで、なんかすごく思い入れのあるテーマパークで、この行くとやっぱなんかなんか、ただいまっていう。ただいまっていう気持ちです。はい。だからなんか、で、一緒に行く友達もいつも一緒で、3人で行くんですけど、女友達で。大学の同級生なんですけど、いつも一緒です。もう何年もこの3人で何回もディズニーに行っていて、3人ともやっぱり子供の時からディズニーに行っていて、私より詳しいんですけどね、2人。うん。なんかやっぱただいまっていう気持ちで行くんですよ。もうね、もう、私たちがディズニーに行く目的っていうのは、アトラクションに乗りたいとかよりも、ディズニーの空気吸いたい、みたいな、テンションなんで、23日ね。で、もうね、ディズニーシー今超混んでるのね。もう、これから行く方ほんと気をつけて、ディズニーシーバカ混みです。もうバカ混み。理由は、まあ今ね、もちろんクリスマスシーズンだから、クリスマスシーズンになるとやっぱ、なんかクリスマスデコレーションがすごいんで、クリスマスじゃない、ディズニー。だからやっぱり人気だし、そのクリスマス直前ということで、たくさんの、カップルとか、まあ、あとは今、意外にもね、外国人の観光客の人が多くって本当に。なんかクリスマスシーズンだからみんなもうお家に帰ってんのかなと思って、家族で過ごしますみたいな感じかなと思ったんだけど、全然違くて、めちゃめちゃいっぱいいましたね、外国人観光客。だから私たちは外国人観光客と女子高生とカップルと私たちみたいな。外国人観光客、女子高生、カップル、うちら、みたいな感じで、過ごしていました。めっちゃ女子高生は多いですね。はい。なんか日本のディズニーで、女子高生たちは、その制服を着てディズニーに行くっていうのが、まあ、なんだろう。しきたりもはやしきたり流行っているとかいうレベルじゃなくてもう習慣みたいな感じで、制服ディズニーっていうのをね、みんなしたがるんですよね。制服でディズニー行ってみんなイエーみたいな。なんか青春みたいな。イエーみたいな。TikTok 撮るみたいなね。はい。めっちゃ TikTok 撮ってたけど、うん。はい。で、私たちは、TikTok 撮ってんな、つって。すげえな、若えな、みたいな感じで歩いて、まあ、あとはカップルがいっぱいいて、なんか、寒いね、みたいな。すごい綺麗。かわいい。美味しそうだね。食べるみたいな会話をしているのをうちらは、いいね、みたいな。ラブラブじゃん。って言いながら、私たちは歩いていました。はい。そう。で、まあ、激混みなのよね。そう。で、なんか乗り物とかなんか平気でなんか160分とかね。100分以上とりあえず待つよ。人気のアトラクションは。うん。まあでもね、もう何回も行ってるからもう感覚が麻痺してて、なんか100分だったらもはや空いてるみたいな感覚に今なっていて、なんか100分か、まあ、そんなもんか。みたいな。どうするみたいな感じでお話しした結果ですね、今回のディズニーのテーマは、アトラクションに乗るというよりは、グルメを楽しもうと。うん。ディズニーグルメ。楽しんでおしゃべりをしようっていうのが今回のディズニーのテーマでした、私たち。はい。ディズニーまで来ておしゃべりっていうね。カフェ行きよ、そこら辺のって感じなんですけど、ディズニーに行くから意味があるんですね。はい。本当にね、結果ね、乗り物ね、3つしか乗らなくて、1日中行ったのに。そう、乗ったのがトイストーリーマニアっていう、トイストーリーのアトラクションですね。なんか、なんて言うんだろう。なんかね、撃つやつなんですよ。でも、こうやってなんていうの、普通の銃みたいに撃つやつは、なんかバズ・ライトイヤーの、バズの乗り物で別にね、もうなくなっちゃったんですけど、あるんですけど、そうじゃなくて、トイ・ストーリーマニアは、なんか腕を引っ張って、なんかこう、撃つみたいな。なんかすごく腕の運動になるのね。そう。で、腕を引っ張って、なんか当てて、そのスクリーンが出てきて、それ当てて、みたいなのがトイストーリーマニアなんですけど、120分とかそこら辺ぐらいかな。100分待ちとかだったかな。うん。でも空いてる方だった。いつもね、トイストーリーマニアめっちゃ混みなんだけど、意外に空いてて100分。久しぶりに行きましたね。うん。めちゃめちゃ今筋肉痛です、腕が。マジで腕が上がんない。全力で。
負けるものかと思って3人でさ、女3人でやってさ、全力。マジで腕痛いけど、まあ無事に私は1位を取りましたね。うん。はい。やっぱゲームで鍛えた、エイミングを活かして、エイミングスキルを活かして、もう1位でしたね。はい。ってな感じで、まあ若干腕が痛いみたいな感じで、まずトイストマニア乗って、面白くて、で、今ね、なんでディズニーシーが混んでるかっていうのが、クリスマス以外にもう一つ理由が、ファンタジースプリングスっていう新しいテーマパークができたんですよね。そう。新しいアトラクションじゃなくて、新しいテーマパーク、新しいエリアですね。エリアができて、ドンって。それがもう大人気。2023年にできたんだけど、まだ混んでんのね。まだ混んでんの。もういい加減と思ったけど、まだ混んでんのね。で、なんでそんなに混んでるかと言いますと、なんだっけ。3つアトラクションがあるんですよ。1個、ピーターパン。はい。2個目、ラプンツェル。はい。ラプンツェル、髪の毛下ろしてっていうやつですね。3つ目が、アナ雪ですね。アナと雪の女王。まあ、英語だとフローズンですけど、日本だとアナと雪の女王、略してアナ雪って言いますね。はい。このアナ雪。なんでアナ雪、ラプンツェル、そしてピーターパン。なんかピーターパンだけちょっとジャンル違くねって思うんだけど、なんかこの3つなんですよね。はい。ができて、これがもうね、激混みなのね。特にこのアナ雪。やっぱアナ雪すごいね。まあ、フローズン。未だにさ、なんか子供たちってさ、なんかエルサとアナになりたがるじゃん。すごくない？どんだけ人気なのって感じじゃない？もうプリンセスナンバーワンだよね。ちなみにみんなどのプリンセスが好きっていう質問をしておきますけど、私が一番好きなのはムーランです。はい。子供の時からムーランが好きですね。はい。かっこいいから。また見た目も好き。ああいうアジアンビューティー好きですね。はい。まあ話は置いといて、まあそう、アナ雪がもう超大人気で、だから諦めてたんだよね、乗るの。もうまた来年か再来年じゃないっつって。乗りたいけどまあね、つってね。そう。でもなんかね、やっぱ乗ろうみたいな感じになって、2番目はそのアナ雪160分待ちです。はい。160分待ちでアナ雪に乗りました。うん。寒かった。外で待ってるの。まあね、風がなかったから、風がないと割といけるんだけど、これ風があったら死んでたねって言ってたんだけど、まあ、ちょっと寒くて。まあでも160分待って乗ったんですけど、もう素晴らしかったです。素晴らしかった。うん。いやまあちょっと短いなと思う。160分の価値があるかって言われるとやっぱあれなんですけれども、でも乗ってよかったですね。結構やっぱ、この感動しちゃいますね。やっぱ、アナ雪の歌とか。うん。うん。よかったです。まあ、乗りたい方はぜひ、はい、乗ってみてねっていう。はい。でそしたらもうあっという間に夜で、最後の乗り物どうしようかって言われた時に、ソアリンっていう乗り物に乗りました。ソアリンは100分、90分待ちかな？夜ね、最後。そう。ソアリンは、割とまあ新しいアトラクションなんですけど、ディズニーの作品に沿った乗り物ではなくて、よくわかんないんですけど、なんか空を飛ぶみたいなやつなんですよ。なんかみんなこう、なんていうの？なんだろう。なんか乗り物に乗って空を飛んで世界を旅するみたいな、アトラクションなんですけど、めっちゃいいです。めっちゃいい。めっちゃ空飛んでる。うわ、私空飛んでるみたいな感じですね。うわ、鳥だ。私は鳥です。みたいな気持ちになるし、なんか世界中を旅行している気持ちにもなるし、すごく感動します。うん。いいアトラクションです。本当に。まあ、やっぱすごい待つんだけど、100分とか120分とか、いつも待つんだけど、まあそう言ってたらね、やっぱディズニー楽しめないんでね。うん。そうあれめっちゃ良かったですね。もう2回目なんだけど、やっぱ2回乗っても、いいなって思いましたね。はい。それで終わり。3つ。はい。ってな感じですね。あとはね、ポップコーンはね、3人で6個食べた。ポップコーン。1人2個ずつ食べて。ポップコーン食べ過ぎじゃないって話なんですけど、東京のね、ディズニーね、いっぱいポップコーンの味があるんですよ。
これがもう美味しくて皆さんにおすすめしたい。ぜひ。今回私たちが食べたのが5種類か。1個ね、おかわりしてるから5種類があって。まずね、ポップコーン5種類あるって。ディズニーシーに。やばくない？何味よって。ポップコーンっつったらキャラメルか塩じゃねっていう。ね、思うじゃないですか。ね、違うんですよ。まず最初に買ったのは、マーラーポップコーンです。マーラー。中華料理とかの辛いやつです。今ね、なんかマーラータンとかすごい日本で、なんかその中華料理屋さんがすごい流行っていて、なんか本気の中華って言ってガチ中華って言うんですけど、そのガチ中華が今日本でめっちゃ流行ってるんですよ。本物の中華料理。なんか辛いやつとか。で、マーラーがめちゃめちゃ流行っていて、そのマーラーポップコーンっていうのが最近出たんですけど、めっちゃうまかった。マーラーポップコーン。本当に美味しかった。びっくりしちゃった。うん。で、マーラーポップコーン1。次はガーリックシュリンプですね。ガーリックシュリンプポップコーンは、ガーリックシュリンプ味です。これもめっちゃうまい。友達はもうビール飲みたいってずっと言ってましたね。はい。ガーリックシュリンプポップコーンはぜひビールと一緒に食べてほしい。はい。で、次はですね、ブラックペッパーだ。これブラックペッパーね、おかわりしたの。2つ。ブラックペッパーもうまい。普通にうまい。うん。これもビールが欲しいねっていう味ですね。あとは、ホワイトチョコレート違うな。ミルクチョコレートか。チョコレート味のポップコーンで。まあこれは普通にうまいですね。甘いポップコーン。うまーって感じ。味変したくて、ちょっとずっとビールと合うような味ばっかりだったから、ちょっと甘いもの食べようって言って、そう。それにして、あともう一個、醤油バターですね。醤油バター。まあこれもやっぱ定番にうまいですね。醤油バター。はい。これを食べたって感じで。皆さんもぜひ、日本の東京ディズニーシーランドに行ったら、試してほしいですね。ランドにはまた別の味が売ってたりするんですよ。そう。で C で売ってる味、まあ、C でもランドでも売ってるんですけど、カレー味のポップコーンっていうのがあるんですよ。それね、今回ね、買えなくて、いや、すごい心残りですね。一番好きなの、カレーポップコーンが。はい。そう。そんな感じでしたね。やべえ、話しすぎた。ディズニーの話しすぎた。ごめんなさい。ごめんなさい。すごいどうでもいい話しちゃった。うわ。まあ、ディズニー行きたいよって、ディズニー興味ないよっていう方もいると思うんですけど、ぜひ、行ってほしいんですよ。東京ディズニー、本当にクオリティ高いんで。はい。私のクリスマスはそんな感じでした。はい。じゃあ次は、年末振り返り、入ります。はい。続いては、いよいよですね。今年2025年振り返っていこうというお話です。皆さんどんな1年でしたか？いい1年だった人も辛い1年だった人もいると思うんですけれども、まあ1年終わりますからね、はい、今年のことは今年で終わりにしてまた来年から新しく頑張っていきましょうって思いますけれども、はい、まあ、振り返るのは大切ですね。今年何したかなとかね。はい。ということで、話していきます。はい。そう、今年を振り返ると、まずね、ちょっと今年の漢字というのを考えまして、いつもね、日本では清水寺で今年の漢字が発表されるんですよ。今年どんな一年でしたかっていう。はい。知ってる？みんなニュース見た？今年の漢字。びっくりしちゃったよ。熊。今年の漢字。熊？みたいな。いや、確かに今年熊被害が多かったけれども、すごい一部の盛り上がりというか、その一部ですごく話題になったニュースの感じにするじゃんみたいな。めっちゃ最近のことじゃんみたいな。いや最近何があったっけな今年。熊じゃねっつって熊みたいな。もっとあったやろみたいなね。みんなそんな感じで思いますけど、まあ、今年の日本の漢字は熊でした。はい。皆さんは漢字を考えるとしたらどんな感じですか？ぜひコメントで書いてみてください。私はですね、考えるという漢字を選びました。今年は。考える。はい。なんか理由はですね、考えたからです。いろいろなことを。前ね、フランスの振り返り、フランス生活振り返りエピソードでも詳しく話したんですけど、そこで詳しく話したんで、ちょっと今回は、短くしてちょっと話しますけど、そう、今年はですね、結構いろんなことを考えた一年だったなっていう、このゆっくり過ごした一年間であって、自分と見つめ
直すみたいなところに焦点を当てた1年だったんですね。だからこの自分の人生とか自分の生活、人間関係、仕事、お金、いろんなことをこう考えて、自分はどうしたい、何が好きなの、何がしたいの、逆に何が嫌い、何がやりたくないの、嫌なこと何とか、ストレスは、辛いことは、楽しいことは、いろんなことを考えたのが今年1年だったなと思いますね。はい、なので考えるという感じにしました。はい、皆さんはいかがでしたでしょうか。はい。まずね、じゃあ、ちょっと細かくね、いろいろ、項目を分けたんで、今年の振り返り。まずちょっと軽いところからいってみましょう。今年の、ベストバイ。はい。買ってよかったものですね。一番買ってよかったの、ベストバイ。今年のベストバイっていうのがなんか流行ってるらしい。なんかいろんなところで。今年のベストバイ。はい。私のベストバイはですね、2つあります。で、引っ越しの時に、いろいろ買ったのは、ちょっと抜きにしてます。なんかパソコンとか買ったけど、それベストバイじゃん、絶対って感じだから、それはちょっと抜きにしてますね。今回のベストバイは別のもので2つ。1個目はですね、エスプレッソマシーンです。はい。これはね、フランスで買って、日本に持って帰ってきてないんだけど、フランスで買ったもので、エスプレッソマシーンが家にあるって最高やんって思ったということですね。普通のね、ネスプレッソかな、ネスプレッソの簡単なカプセルをブンって入れると、でピッと押すと、エスプレッソが出てくるやつをフランスで買ったんですよ。で、毎日朝牛乳を温めて、牛乳とかソイとかね、いろいろ温めて、そのエスプレッソを入れてっていうのが私の朝のルーティーンだったんですけど、めちゃめちゃ良かった。めちゃめちゃ良かった。このエスプレッソマシンがあることで。なんか理由はですね、結構日本だと、日本に住んでた時になかったんですよ、エスプレッソマシンが。だからよくコンビニに買いに行ってたりしてて、なんか、かさむじゃん。なんか、コストがね。お金がかかりすぎちゃってて、ちょっと悩んでたんですよね。そう。で、思い切ってエスプレッソマシンをフランスで買ったら、なんかそんなに美味しくないんじゃないかと思ってたの、エスプレッソマシンって。なんか信じてなかったから、今まで買ってなかったんだけど。良い。ということで、実は日本で次ね、埼玉県に引っ越すんですけど、その時にも同じエスプレッソマシンを買おうと思ってる。はい。これはね、良かったですね。エスプレッソマシンがあること、家に。はい。あともう一つは、キーボードです。キーボード。こちらにあるんですけれども、念願のキーボードを購入いたしました。これはゲーム用ですね。仕事用にはちょっと微妙かもって思ったから、もうこれはゲーム用にしてます。こちらです。見えますでしょうか？クリアなゲームじゃない。クリアなキーボードで結構でかいですね。はい。透明なキーボードになってるんですけども、これはなんと、光るんですね。見えますでしょうか？ちょっとあんまりよくわかんないんだけど、光ってるよね。これ設定がわかんないんだけど、いろんなレインボーに光ります。私はこの色が一番好きなので、なんか、緑と赤と青みたいな感じの色にしてますけれども、念願の光るキーボードを買いましたよっていう話です。で、なんか、ちょっと ASMR みたいな。わかります？この音。めちゃめちゃいい音するんじゃんけ。めっちゃこの音がね、すごく良くて。はい。ただですね、仕事用にはね、いかんせんちょっと使いにくいんですよ、これ。なんか全然違うとこ押しちゃったりして、私はもっとシンプルなキーボードがいいので、これゲーム用ですね。はい。ただゲーム用だとですね、だいたいWAD ぐらいしか使わねえっていうね。ここしか使わねえやん、みたいな。ね。はい。とか、点キーぐらいしか使わねえんじゃねえかって思っているので、果たしてこれは意味があったのかと思うと、ちょっと疑問ですけれども、見るだけでテンションがぶち上がるので、買ってよかったなと思ってます。はい。これ2万ぐらいしたかな。はい。ちょっと奮発しましたね。はい。以上です。これが私のベストバイ。はい。次。
次はですね、今年食べて一番美味しかったもの。はい。これはですね、まあ考えに考えた結果、思わぬところで発見しました。パリで食べた中華。はい。パリで食べた中華です。今年1月。はい。お店の名前忘れちゃったんだけど、ガチ中華食べました。なんか本格的な中華料理屋さんに行って食べたんですよ。なんでこれが美味しかったかというと、パリでめっちゃ寒かったのね。もう冬。寒くて。で、なんかもう連日ヨーロッパ系の料理を食べていて、もうなんかアジア料理食べたいってなって、ご飯で温まりたいみたいな。っていうので見つけて適当に入った中華料理屋さんがめちゃめちゃうまくて感動したというパリで食べた中華。はい。X なんとかってお店だったかな。X なんとか、本当にパリの中心にあるね、お店でね、めちゃめちゃ美味しかった。本当に美味しかった。また行きたいですね。本当に家の近くに作ってほしいってぐらい美味しかったですね。うん。はい。これがベストフード、今年の。まあいろいろ美味しいものいっぱい食べたんですけど、やっぱこの寒くて、そのアジア料理食べたいっていうこの気持ちも上乗せであったから美味しかったかなっていう感じですね。はい。そして今年のベストドリンクもありました。今年のベストドリンクはですね、モロッコで飲んだミントティー。受賞おめでとうございます、ミントティーさん。はい。これが本当に美味しかったんですよね。ミントティー。あったかいミントティーですね。はい。日本でも欲しい。あんまりないんだよね、ミントティー。やっぱね、ミントティーって言うとやっぱいろいろ売ってるじゃん。ね、普通に。ミントのティーやろって。味が全然違うんですよ、モロッコで飲んだミントティー。はい。すべてのレストランで私注文してましたね。モロッコのミントティー。マジで毎日飲みたいって思うぐらい美味しかったです。はい、モロッコのミントティーさん受賞です。ありがとうございます。おめでとうございます。はい。そんな感じですね。はい。で、今年やってよかったこと。続いての項目は今年やってよかったこと。はい。皆さんはどんなことをやってよかったですか？ 1 年振り返ってみて。まあいろいろね、私はやっぱりもういろんなところで言ってますけど、やっぱりフランスにいたことですよ、やっぱり。この1年はね。はい。11月までもう最近までいたんで、フランスにいたことですけれども、まあそれはまあちょっと置いといて、はい。他のことでちょっと良かったなと思ったのが、まあ日常だと、バドミントンですね。うん。バドミントンをフランスでやってて、楽しかったっていう話で、なんかバドミントンっておもろいなって改めて思って、日本でも続けてやりたいなと思っているっていうのが、なんか新しい趣味というか新しい面白いことを発見したっていうことで良かったことかな。うん。はい。あとはちょっと仕事のことだと、ゲームのメンバーシップ始められたことYouTube で。ゲームメンバーシップ、まだね、始めて1ヶ月ちょいしか経ってないんだけど、なんかずっとやりたくて、ゲームやりたくて、で、ゲーム好きのみんなとつながりたくて、で、ちゃんとできたからよかったなって。もう来年はもうゲーミング PC 買っちゃってるんで、もうガチでやっていきますので、よろしくお願いします。はい。かな？今年やってよかったこと。はい。そして、今年嬉しかったこと。これいっぱいありますね。嬉しかったこと。はい。一つ目はですね、フランスの話なんですけど、やっぱ最初に言った通り、今回はね、考える一年ということだったんで、いろいろ考えたんですね。で、これが良かった。嬉しかったことは、なんか自分と見つめ直せた気がする。はい、こういうのね、リトリートって言うんだって。リトリート。はい、英語です。トリートの、もう一回リトリートですね。はい。なんか自分に休憩時間を与えて、なんかこの自分の人生について考え直したりとか、まあ休息時間みたいなことですね。今年の1年はまさにそういう感じでした。リトリートの1年でしたね。うん。まあ仕事もすごいやったわけじゃなくて、自分の休息時間とか、なんかこう、
リラックスになんか集中した一年だったんじゃないかと思って。はい。はい。っていう。そういう時期も必要だなと思いましたね。なんかおかげで今すごいやる気があります。はい。なんかずっと走り続けてずっとなんかこう、やらなきゃやらなきゃと思っていろいろやってきてるとやっぱり疲れちゃうんだね。こういう一年が必要なんだなって私は思いましたね。はい。一年じゃなくてもなんか、1ヶ月、2ヶ月、半年とかでもいいんだけど。あとですね、これは仕事でちょっと嬉しかったことは、知り合いの知り合いが私のリスナーさんみたいな案件がちょいちょい増えてきたっていうことが嬉しいですね。シンプルに。なんか、自分の友達の友達が日本語学習者で、なんか私のポッドキャスト聞いてるらしいとか、なんか、インスタグラム私のフォローしてるみたいな。とか、なんか、そういう、なんか、身近に自分のリスナーさんがいるということがすごく嬉しくて、なんか、なんか、ね、ポッドキャストやってきた甲斐があったなみたいな部分。だからやっと実感してる感じですね。あ、ちゃんと私のポッドキャストって聞かれてるんだみたいな。はい、実感があったことも嬉しかったですね。はい。あともう一つはですね、これはフランス生活でよくしたことなんですけど、たくさん自炊をしたことです。はい。自炊っていうのは自分で料理を作ることですね。はい。フランスでね、すごいね、毎日毎日いっぱい料理を作って、で、日本料理はなかなか作れないんで、なんかパスタとかなんかそういう、ちょっとヨーロッパ系のものとかもいろいろ作って、それはすごい良かったなと思いますね。はい。自炊の楽しさとか、なんか、作れるメニューがシンプルに増えたし、なんか、あれ食べたい、これ作ってみたいと思うことも増えたっていうのが、今回良かったことかなと思ってます。はい。あとですね、これは、あれなんですけど、なんか、フランスに1年間私いたんですけど、なんか、やっぱ自分の家じゃないんですよね。自分の国じゃないし、自分の家じゃないから、あれやりたいってことがあってもすぐできなかったんですよ、フランスで。例えば、ゲームやりたいなと思っても、1年間で私、ニンテンドースイッチしか持ってないから、できねえみたいな。バルダーズゲートできねえじゃん。とか、ね。あとはなんか、他にもね、なんかいろんなことがあるんで、そういう風になんか、これやりたいと思ったけど、できない。例えばなんか本読みたいと思ったの。日本語のね。最近怪談話がすごい好きなんで、ホラー小説が好きになって、ホラー小説めっちゃ読みたいと思ったけど、フランスで買えなくて。日本のホラー小説って。で、できねえじゃん、とか。なんかそういうことがあって、なんか、自分の国じゃなかったんで、このやりたい気持ちとできないみたいなことがいくつかあって、そのおかげでですね、自分がやりたいことがフランスでいっぱい溜まったんですよ。これやりたい、これやりたい、これやりたいみたいな。多分なんか自分と見つめ合ったっていう、その考えたっていうのもあって、何やりたい、自分が好きなこととか、やりたいことを考えたっていうのもあるんですけど、日本にやったらこれやろう、日本にやったらこれしようみたいなことがすごいたくさん増えて、来年は、引っ越しが終わったら、その自分のやりたいことをもうガンガンやっていきたいと思ってますね、今。それはなんか嬉しかったことですね。自分のやりたいことが増えた。はい。で、やり残したことですね。やり残したこといっぱいあるんですけど、いっぱいってなんだろう。なんかやりたいことっていっぱいあるじゃないですか、人間。ね。お金持ちになりたいとかもあるかもしれないし。だからそう考えるとね、やっぱやり残したことみたいなこといっぱいあるんですけど、そういえばやってないなって思ったのが、今年まだ温泉に入ってないっす。まずい。今年一度も温泉に入ってないですね。フランスにほとんどいたんだけど、帰ってきてからもまだ温泉に入ってないの。どういうこと？はるかちゃん。やばいって。身近に温泉そんなに、あるんだけど、実は銭湯でも、私が住んでるエリアって結構温泉が出てるんですよ。だから普通のそこら辺のなんか、公共の大浴場みたいな、銭湯の中でも温泉ですっていうところ結構あるんだけど、行ってないね、なんか。行きたいな、年内。もうあと5日ぐらいしかないんだけど。はい、なんか温泉行ってないっていうことと、
あと、まあやり残したっていうか、行きたかったのが台湾旅行。もうね、台湾に行きたすぎて、どうしようっていう気持ちですね。今年行けなかったな。まあ、ね、日本にいる期間に2ヶ月間ありましたけど、その期間で行けたかもしれないけど、ちょっとまあ、忙しいしとか、まあいろいろあったんで、台湾行かなかったのはちょっと、心残りっすね。来年は絶対に行ってみせる。台湾。はい。もうね、台湾は毎年行きたいっすね。もうこれはなんか目標として掲げてもいいんじゃないかって思っている。毎年台湾に行くこと。2日間ぐらいでもいいから。最近でもね、チケットも高くて、昔は結構安かったんだけども、最近安くないから、まあそう頻繁には行けないんだけどね。はい。ってな感じでした。皆さんいかがでしょうか。まあほとんどね、私のこの1年間は11ヶ月フランスにいたので、このフランスの振り返りエピソードの方がもっと多分、この1年を振り返っているんで、もし興味ある方そっち、見てみてください。はい。そっちでもほとんど振り返っちゃってるんでね。はい。ということで、最後にですね、来年やりたいことは何だいなっていう話ですね。来年やりたいこと。まあ今ね、やりたいこといっぱいあるって言ったんだけど、本当にいっぱいあるんだけど、まあ、思いついたことだけ今やりますけど、まあとりあえず、来年どんな一年にしたいかという漢字を決めました。来年の漢字。はい。来年の漢字は、動くという漢字ですね。動く。はい。今年は考えるだったんで、今年はその考えたことを動きに変えようっていうのが来年の目標です。とにかく動きたいです。いろいろ。外に出たいっていうわけではないです。別に、私はインドアなんで、別に外に出ましょうみたいなことではないです。動くっていうのは、なんか自分がやりたいことをやることとか、やりたいと思ったことをすぐにやるような一年にしたいなって思っていて、なんかあれやりたいけどなみたいなことじゃなくて、やりたい、よしやろう。このパッパッと動けるような生活にしたいなと思ってますね。そして、仕事を頑張ることです。はい。なので、動くという、漢字を選びました。はい。で、やりたいことはですね、まず運動習慣です。これを実はもう始めていまして、まあ続いたら、皆さんにシェアするかも。とある運動を始めまして、今、最近それをやっていますね。他にはね、運動、他にも筋トレとかもできたらしたいなって思ってますね。筋トレジム通いたいなって思ってますけど。はい。あとは英語学習習慣を身につけること。英語学習もう一回やりたいなっていう。これはずっとやりたいなって思いながら後回しにしていることなんで、今年こそはできたらいいなと思ってますね。はい。はい。あと、さっき言ったけど台湾に行くことです。はい。台湾はもう絶対に行く。絶対に行くんですけど、来年のね、旅行の目標として2つ、台湾と韓国。この2つは絶対来年行ってやろうと思ってますね。はい。はい。台湾、韓国です。その他あんまり来年旅行したいみたいなことはあんま考えてないんだけど、できればインドネシアのバリとか行ったことないから行ってみたいな、みたいな。東南アジア系、ベトナムとかも行ってみたいなとか、思っていますね。はい。あと沖縄行きたいなって。どうかはわかりませんけど、最低限台湾と韓国は行きたいですね。はい。あとですね、東京と、私埼玉に引っ越すんで、東京埼玉の美味しいもの巡りをしたい。はい。これは絶対したいですね。東京埼玉美味しいもの巡り。埼玉もね、いいご飯いっぱいあんのよ。東京ももちろんいっぱいあるんだけどさ。はい。主には、まずカフェが私好きなんでカフェ巡り。カフェが好きっていうのはなんていうの？美味しいエスプレッソのあるカフェを探すのがめちゃめちゃ好きで。一番ベストを探したいんですよ。東京のベスト。
埼玉とベストみたいな感じで一番探したいんですね。ちなみにフランスでいろいろカフェに行った私の中のベストはストラスブールで飲んだカフェでしたね。あれめちゃめちゃうまかったな。で東京でもカフェ巡り、埼玉でもしたいなって思うことと、あとはピザが好きなんでピザ食べ、あとラーメンですね。あと他にもなんか中華料理とか食べたいなとか、なんかもういろんなこと、あとパスタとか美味しいパスタ屋さん行きたいなとか、思っております。あとうなぎね。うなぎとかも食べても、うなぎちょっと高いからな。美味しいうなぎ食べたいなとか、もういっぱいありますね。今美味しいもの食べたいなっていう気持ちがあります。だからグルメ、頑張りたいですね。これが私の来年の、やりたいこと。目標とまでは言わないんだけど、やりたいことですね。皆さんはどうですか？目標を決めるとやっぱなんかいいよね。目標ってなんかこう動きやすい。でも私今まであんまり目標って決めてなくて、しっかりと。なんか目標で自分の首を絞めるみたいなこともあるじゃん。なんか目標決めすぎて、私ってこれやってない。これもやってない。これもやってない。みたいな自分を苦しめるパターンもあるんで、ほどほどにですね。できる人はガンガン目標を決めていいと思うんですけど。そうね。でもなんか自分と見つめ直した時になんかやっぱこう自分が嫌なこととかはもうやめようって思ったりとか、もう自分がこれやりたくないと思うことをやるのはやめようとか、自分が好きなことに集中していこうって決めたんですけど、その反面でその自分を甘やかすのはまた違うなって思ってて、そういう人間にはなりたくない。自分に甘いみたいな。人間にはなりたくない。ね。自分が良ければいいみたいな。なんか自分がこれをしたいからこれをしてるの。相手のことなんて知らないみたいな、そういう考えとかにならない方がいいし、なんか、ダラダラするとか、なんかそういうことはまた違うから、それはやめたいなって思ってるので、今年ちゃんと目標を立てて、来年か、目標を立ててやりたいなっていう感じですね。そう。あとね、最近さ、ブラックフライデーで爆買いしたじゃん？その反動で、その反動によって、物欲が爆発しちゃって、欲しいものがいっぱいって感じなんですよね。なんか新しいメガネ欲しいなとか、新しい靴欲しいなとか、iPhone 欲しいなとか、なんか、新しいバッグ欲しいなとか、新しいピアス、ネックレスとか、なんかもうね、本当に欲しいものがいっぱいありすぎちゃって今物欲爆発してるんですよ。でもこれもね、ちょっと来年のやりたいことの一つなんですけど、なんか今まで私あんまり自分が欲しいものみたいな、なんか自分にお金を使うみたいなことあんまりしてこなくて、旅行にお金を使ってた部分があるんですけど、それも自分に使ってることの一つなんですけど、なんかこう自分が欲しいものを結構買わないようにしてたみたいな部分があって、なんかなんかよく言えば割と節約家、悪く言えばケチみたいなそんな感じだったんですけど、なんかここのなんかこのお金を使いたくないみたいな気持ちがあって、このお金を使いたくないみたいな気持ちをちょっと緩めた方がいいなって自分的に思ってて、なんかお金を使うと結構悪みたいな部分あるかもしれないんですけど、生活が豊かになることはすごくいいことだと思うんですよね。今回その家具を見てて思ったんですよ。ちょっとお金出していいもの買ったらすごく生活が豊かになるとかあるじゃないですか。ね。だからそういうところにちょっとお金を使っていこうっていうのも来年の目標ですね。今まではなんか100円ショップでいいかなみたいなとかあったんだけど、ちゃんとお金を払ってちゃんといいものを買って、ちゃんとなんか QOL、クオリティオブライフ、クオリティオブライフ、QOL を爆上げしていきたいっていうのがなんか目標の一つでもありますね。だからなんか服とかもやっぱ安いものとか適当なものを買うのもいいんだけど、興味がなければ全然それは問題ないと思うんだけど、ちょっとやっぱ
値段が張っても自分が気に入ったものを買うとか、ちょっと上質なものを買うとやっぱこう全然感覚が違うというかね、気分が上がるしっていうことがあるので、あともう大人なんで、私もそういうところにしっかりとお金を使っていける人間になりたいなと私は思っておりますね。はい。だから食べ物とかも安ければいいみたいなもんじゃなくて、ちょっと高い食材でも買ってみて試してみるとかね、っていう、はい。だからそのためには働かなきゃいけないんで、来年は働くのを頑張ろうと思っておりますね。はい。そう、なんかやっぱいいものを買うということの良さに気づいたみたいな部分はありますね。はい。今更っていう今更って思うんですけど、なんか頭では分かってても安い方でいっかってなっちゃうだよね。なんかこっちとこっちこっち安いからこっち買おうみたいな、それをちょっとやめてちゃんと考えて買おうっていうね。はい、ということで、長くお話ししましたけれども、こんな感じで皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの今年の振り返り、そして来年の目標抱負があればぜひシェアしてください。はい。なんか言ったら言霊って言うけど、言葉に出したらそれが叶うとか言うじゃんね。言霊って言うんだけどね。はい。言ってこっていう、やりたいこと、欲しいものね、目標あれば言葉にして生きていきましょうっていう。はい。ということで改めて皆さん今年もありがとうございました。まだ締めの挨拶は早い。エンディングが入ります。はい。ということで以上。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。そしてインスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。そして、サニーサイドジャパニーズという、私と他の先生とやっている会話グループクラスコミュニティがあります。はい。会話クラスを中心に、部活があったり、部活でなんか読書部とかシャドーイング部とか音楽部、ゲーム部とかっていろいろ日本語を使ってね、楽しいアクティビティをしたりとか、ディスコードでお話ししたりとか、メンバーイベントでオフ会がなんていうの、ミートアップ、オンラインミートアップトーク会とかがあったりとか、いろんなコンテンツを利用できるコミュニティがあります。で、メインはね、少人数制の会話グループクラスです。はい。月4回クラスを受けられるプランと月8回、クラスが受けられるプランがありまして、この4回プラン8回プランに申し込んでくれた方は今言った部活とか他のコンテンツすべて利用できますよっていうような、サブスクリプション形式の、コミュニティがあります。サニーサイドジャパニーズと申します。はい。で、今までね、10月くらいからずっと新メンバー募集していなかったんですけれども、1月からちょっとメンバーを増やしていこうということで、とりあえず1月は5名限定で、新メンバーを募集します。1月の4日の日本時間0時から、プランが購入できるようになりますので、ちょっと早いもの勝ちになっちゃうんですけれども、興味ある方はぜひプラン購入してみてください。限定5名になります。で、1月は5名で、2月からはまだ分かんないです。ちょっと1月のそのメンバーの変動を見て考えますね。で、少人数規模のコミュニティで、クラスも1クラス最高3人の、学生さんと1人の先生、マックス4人でお話しするというグループクラスですね。すごくアットホームです。で、トピックもね、毎週変わっていくので、いろんなことを話せます。で、意見交換していこうっていうのがサニーサイドの特徴ですね。はい、みんなでガンガン日本語で意見交換して、やっぱこうちょっと喋りにくいって思った人でも喋れるような環境があるのがサニーサイドの特徴なので、ぜひ一回トライアルから始められますので、
申し込んでみてください。詳しくはサニーサイドジャパニーズのウェブサイトをご覧ください。はい。そしてサニーサイドジャパニーズポッドキャストもあります。サニーサイドの先生と一緒にポッドキャストをやっています。はい。なのでどんな感じで先生話すんだろうとか、どういう雰囲気なんだろうっていうのはポッドキャストを聞けばわかります。はい。ぜひ聞いてみてください。はい。あとはですね、別のポッドキャストでゆうゆうさんとやってる春とゆうゆうのゲームで日本語というポッドキャストもございます。ぜひここもチェックしてみてください。はい。何？あとペイトリオンですね。こちらのメンバーもお願いいたします。ペイトリオンでは今日のエピソードの難しい言葉とか、おやすみポッドキャストという別のポッドキャストをフルで聞けたりとかします。ぜひチェックしてみてください。参加お願いいたします。以上かな。ちょっと話しすぎちゃった。今日はここまでっていうかもう今年最後のエピソードだわな。はい。改めて皆さん今年もお世話になりました。ありがとうございました。今年はたくさんのリスナーさんが増えた年だったのかもしれません。確信してるわけではない。たくさんリスナーが増えたかも。はい。来年もね、もっとたくさんの人に聞いてもらえたら嬉しいんですけれども、一番嬉しいのは、今年聞いてくれた方が来年も聞いてくれることです。ぜひ引き続き来年も皆さんよろしくお願いいたします。来年はもっと頑張ります。はい。ということで皆さん、年末ね、今のインフルエンザがね、本当に流行っているので、風邪とかインフルエンザとかなんとかエンザとかなんとかなんとかエンザとか気をつけてねはい、年を越してください。それでは皆さんまた来年お会いしましょう。どうやって終わりにしよう。来年お会いしましょう。それではまた次回。さよなら。